作品がすごくこう動きかける、語りかける、なんかこんなもの見たことないなっていうものをやっぱり作りたいので。現代アートの最前線、アメリカ・ニューヨーク。ここに巨大な金属彫刻を生み出す一人の日本人がいます。10年前、この地で一からアートを学び、今や巨大なパブリックアートまでも手掛ける彼女。しかし日本では芸術の道に進むことをずっと母に反対され続けてきました。逃げられたという感じはありましたね。私のどこがいけなかったんだろうと。生活そのものが成り立っているのかどうかね、本当には。だから連れ合いがいてくれれば何かあった時助け合うとかっていうのがあるんですけど、それもないみたいで。25歳でようやく歩き始めたこの道で才能を解き放ち、自分らしく生きる娘に今母が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。お世話になります。山口と申します。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあ日本では美術の大学に行かれて。行かなかったです。行きたいって言ったんですけど。行きたいってそれはいつおっしゃったんですか？高校の時ですね。はい、ただその絵描きさんで食べていける人って本当に少ないし、大変だし、なっちゃんは小さい時から見ててそんなにすごく才能があると思わないとかひどいこと言っちゃって。それおっしゃったんですね。はい。でも結局その道に行ってるわけですわね、これ。もうニューヨーク嫌いになっちゃって。自分としては取られちゃったような気がして、ニューヨークに娘が取られたと。そんなにいいっていうご本人の気持ち聞いてみましょうかね。それはね、夏木さんニューヨークです。ニューヨークで金属彫刻家として奮闘する夏木さんへ両親の思いを届ける旅は距離にしておよそ1万1000キロ、14時間。現代アートといえば誰もが思い描く憧れの地。世界中から才能あふれるアーティストたちが集うニューヨーク・マンハッタン。ニュージャージーの一角にある夏木さんの工房を訪ねました。すいません。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。京都地球便でございます。高氏夏樹です。ちょっと中見てもいいですか？どうぞどうぞ。お願いします。自分の作業場ですね。スタジオ。でかいな。基本的にここで全部制作してます。職業は彫刻家。普段は絵画も描くという夏木さんですが、数年前からどっぷりハマっているのが金属彫刻。思い描いたイメージを形にするべく鉄やステンレスを大胆に切断。数千度の火花が飛び散る中での汗まみれの作業。まるで鉄工所のような光景です。そうですよね。アートというかね、すごい作業ですよね。これは私の噴水の作品シリーズの最新作というか3作目なんですけど、致命的で肥沃と題されたこの作品。スイッチを押すとオイルの噴水が湧き出る仕掛けに。このような動きのあるアートが彼女の作品の最大の特徴。今取り組んでいるのがこちら、巨大な参加型の金属彫刻だそうで、ニューヨークのライ公園に置かれる、ブランコが中に入ってる作品なんですけど、名前はウィンドウ2。カラフルなドームの中にはブランコの機能を設けるそうで、1ヶ月後の完成を目指しています。
作品を設置するのは大西洋を望むこの公園。いいとこ。ニューヨーク州来市の提案で公開展示できることになりました。すごいいいとこや。作品作りだけでなくスタッフとの打ち合わせ、設置場所の基礎作りまでやらねばならないことが山積みです。I feel that she is pioneering some new kind of a way of interacting. 公園に作品が展示されるのは実は初めてではありません。4年前マンハッタンのリバーサイドパークに設置したウィンドウ1。アートに遊具を融合させるという試みは数々のアーティストたちが挑戦してきましたが、ニューヨークで実現させたのは彼女が初めてなのだそう。すごいな、楽しいな。全然知らない人、子供から大人までなんかすごい喜んでくれてて、私に「あなたが作ったの?」とか言って「ありがとう」って言ってくれたりとか、あの時のなんでしょうね、充実感というか、やりがい、もう本当に一番やりがいを感じた瞬間で。しかし耐久面に問題があり1年間で取り壊しとなってしまいました。足元気をつけてください。あそこにでっかい椅子ありますよね。そこが椅子。これがそのウィンドウ1のブランコです。かなり大きいんですよ。今横向いてる感じですよね。そうです。心血を注いだ作品のこんな姿をもう二度と見たくない。彼女にとって今回のウィンドウ2は4年前のリベンジでもあるのです。ウィンドウ2に取り組み始めたのは今年の春。前回使った鉄よりも丈夫なステンレス材をかき集め1ヶ月前から制作スタート。休みなく作業を続け、ようやく骨組みが出来上がりました。今はこのブランコの椅子を終わらせようとしているところです。手伝ってくれているのは韓国人のハクスルさん。今回は作品が大きく一人で制作するのが困難なためアシスタントとして雇いました。ハクスルさんは彼女よりも先輩のアーティストでアート学校の講師も務めています。ほぼ毎日意見が衝突するそうです。 You don't care about that. You care about only this angle and position, and then hold it right there, and then let me measure the length. So That's is all we this need. straight now? No, it has to go down. I think it shouldn't be too much in this angle, but I don't think it has to be absolutely parallel. Up, down, Down? down, No, like that. right here. 彼もだからアーティストがすごい自分の思ったこっちの方がいいっていうのと、でも私はこっちの方がいいっていうので、輪っこの位置が最初考えてたデザインだと背中の後ろに隠れちゃうってことが分かったので、実際に今ちょっと仮にくっつけてみて座ってみてちょっと試してみたらこれ全然ダメじゃんみたいな。デザインによって人の乗り方がすごい限定されちゃうのも嫌だし、納得はしてた感じです。さあしてないんじゃないですかなんかみたいな。I didn't know how it's gonna turn out, but it has been developing, evolving in very unexpected way, but very good way, and then it's really surprising and inspiring to me. ハクスルさんを雇う賃金、材料費などかさむ費用は先行投資。今回の場合であればおよそ700万円で作品が売れなければ全てがただの道楽に終わる。アートとはそんな世界なのです。勇気がいることではありましたけど、勇気がいる。やるかやらないかやっぱり決めるときに、その自分で金銭的にも結構負担になるし、すごい自分の時間も体力もエネルギーも全部
ものすごい集中して、しかもすごいいいものを作らなきゃいけないっていうプレッシャーはあるし、かつそういうなんか誰が買ってくれるっていう保証はないままやるわけですから、そういうリスクがあるっていう意味で、決意するときに。現在唯一の収入源はアート学校での講師の仕事。ここアートスチューデンツリーグは世界的アーティストを数えきれないほど輩出してきた由緒あるアート学校です。夏木さんはメタルコースのクラスで週2回指導に当たっています。生徒は皆各国から集まったトップレベルのアーティストばかり。そんな彼らを相手に教えるのはとてつもないプレッシャーだと言います。Contemporary Jewish. So I know that you did like Venice Biennial and your sculpture was interactive. Actually, making fun is really difficult because the weight balance has to be really. 10年前は彼女もこの学校の生徒でした。日本では美術の授業でしかアートに触れてこなかった夏木さん。一流アーティストの中でズブの素人が1人というスタートでした。なんかこうみんな違うことやってたんですね。なんかこう人物モデルがいてモデル描いてる人もいれば、なんか全然自分の好きななんかわけわかんない絵描いてる人もいて、なんかもうそういうのもなんかそうみたいな、いちいち教えてくれるわけじゃないんだみたいな。だからもうとりあえずもうなんかもう誰にも見られないようなこうやって描いたりとかして。全く初心者だった夏木さんは必死にアートに向き合い、6年後には講師に大抜擢。これだけでも相当な快挙ですが、彼女の快進撃は止まりません。学校の正面の柱には1930年代から現代アートを牽引してきた世界的アーティストたちの名前が掲示されているのですが、なんとその一角に夏木尊氏の名前が。彼女のメタル作品は今も校長室に飾られています。一体何がどう抜きん出ているのでしょうか。I think it was the play of nature and the piece, the way in which her pieces integrate nature and create something which exceeds the materials of the piece. I would say there's a synthesis of forms, metal and fabric giving organic insights. とはいえ、どれほど高い評価を得ても作品が売れなければ生活は決して楽にはなりません。そうですよね。確かに。現在はクイーンズの郊外に部屋を借りての一人暮らし。家賃が高いニューヨーク、切り詰めなければ生きてはいけません。Windows 2に取り組んでからはほとんど家に帰らず、スタジオで寝泊まりすることも多いといいます。残り1ヶ月、急ピッチで作業かと思いきや、なんだかのんびりしているようにも見えます。あんまりないなんか子供の時からなんかすごい適当にいつもやってるように思われて、なんかこうノロノロゆっくりやる気がないようにいつも思われて、なんか学校の練習とかじゃないですか、こう合唱祭とか学園祭とかイベントので、そういう時もいつもなんか怒られてました。クラスメートとかなんかなっちゃんやる気あるの?」とか言って「全然やる気ないでしょ」とか言われて「いやあるんだけど」みたいな、なんかでもどんなにやる気がある時でもやる気がないように見えるらしくて、なんかそれはでも多分しょうがないですね。幼い頃から思いが伝わらない人生だったという夏木さん。絵の教室に通いたいって言いました、近所にあったので、まあダメと言われそう母に。ニューヨークで金属彫刻家として奮闘する夏木さん。彼女がこの道に進むことをお母さんはずっと反対してきました。一番やってて楽しかったのが
図工の時間で絵の教室に通いたいって言いました。近所にあったので、まあダメと言われそう母に一度は諦めたものの絵を描きたい気持ちは高まる一方で、高校受験の際美術系を志願するも母が大反対。その後大学受験の時も美大行きを母に猛反対されたのです。まあ母も文章を書いたりそういうクリエイティブな人で、そういうのにすごく造形のある人で理解のある人だからこそ母の言うことには説得力があって、そうやって自分の好きなことをやってフリーランスで生活していくってものすごく大変なことなのよっていう。結局母の母校でもある早稲田大学へ。しかしこのままでは自分は一生母の言いなり。一度くらいやりたいことをやろうと美術留学を決意したのです。怒ったっていうかちょっと落ち込んでましたね。なんで母はちょっとこう寝込んだりしてた記憶があります。作品の肝ブランコの制作に取り掛かって3日。高っ。毎日意見をぶつけ合いながらもなんとかブランコ部分が出来上がったようです。職人さんやな。すごいな。できた。うわーすごい。あおーoh so nice すごいな。楽しそう。もうこの日を待っていたみたいな。いやーすごいことをなさってますけど、実際にいかがでしたか、お母さん。なんかちょっと偉いなと思っちゃいました大変なこと。あれ大変ですよね。大変だと思いますけども、ただ母としてラーメン食べてる時に、やっぱりと思って食生活あんなことしてと思いましたけどね。でもしょうがないです。いやあんなに頑張れる子供だったかなと思ってね、いやすごいなと思います。子供の時にね、絵の教室行きたいって言ったらお母さん反対し、ことごとく私が何だったんですかね、お母さんのその。いやの人ものすごくのんびりしてね、さっき自分でも言ってたね。で歩くのもゆっくりだし、1日10時間くらい寝てるんで、普通のお勉強がついていけるかどうかすごく心配してたんで、何が絵なのみたいなね、そういう感じで普通に学校行ってちょうだいみたいなそういう気持ちが多分強かったんだと。なるほど。自分のこの才能っていうのを信じてないところがあって、今もほんまかいなと思いながら見てるようなところがあって、1ヶ月後、今パネルをつける作業をしているんですけども、これに色を塗って完成です。やっぱり 3D モデルとか小さい模型では分からなかった全体像っていうのがですね見えてきて、自分でもワクワクしながら楽しみながら、作業してます。完成まであとわずか。もう一息です。母の反対を押し切る形でやってきたニューヨークで、水を得た魚のようにのびのびとアートを生み出し続ける夏木さん。日本のお母さんから届け物です。お届け物なんだろう。ありがとうございます。おお、なんだなんだこれなんだちょっと
嘘、懐かしい。届け物は中学の時美術の授業で作ったこけし。私だから美術のクラスがこの唯一の息抜きだったので、学校の。でそこで作るものに結構プライドを持って作ってたんですね。だから毎回いいものを作ってやるみたいに勝手に思ってたので。お母さんはそのこけしの表情に周りのことは違う何かを感じていたようで、大切に残していました。添えられていた手紙には、母が娘に初めて伝える思いが。高校生の時、突然美大に進学したいと言い出された時は驚きました。あの時美大に進学していたら、もっと早く基礎的な力がついて回り道をしなくてよかったのかもと申し訳なく思っています。アートという仕事は不安定で厳しい世界のようですね。でも生きている限り、私たちにとってなっちゃんはたくさん眠る末っ子です。これからも見た人が幸せな気持ちになるような作品をたくさん作り、元気で自分らしく生きてください。いつまでもそういう娘としてもういくつに私がなってもずっと娘として見てくれてるんだなっていう、もうずっと心配させ続けたと思うので、まあいろんな作品でいろんな人の役に立つか喜ばせるような作品を作ってくださいみたいに手紙にも書いてあったんですけど、まさしく私もそういう風になりたいなと思ってます。でそうなることで親も喜ぶだろうなと思いますし、こけし、お母さん違うなっていうなんか魅力を感じてたんですね。いやなんか学園祭にバーって展示してあったんですね、クラス全部の。はい、一人怖い顔でこっち睨んでるこけしがあって、見たらそれが夏希ので、でも気迫はこもってるんですね。可愛くないけど、怒ると目の上まっすぐになってよくもう怒られるんで、こけしの顔みたいな感じになるんです。そうなりますので、機嫌よくニコニコと健康でいい作品を作っといてくれれば、もうそれで私はいいです。